もしもどこでも行けるドアがあったら、少し目を閉じて想像してみてください。このドアを開けた瞬間、地球上のどこにでも行けるとしたら、あなたはどこへ行きますか？それは便利という言葉では収まらない。それは距離という概念の詩だ。距離は文明を作った。遠いから文化が分かれ、遠いから争いが生まれ、遠いから旅が価値を持った。その距離が一瞬で消える。人類は別の生き物になる。移動という行為が消える。電車も飛行機も車も不要になる。移動時間はゼロ。朝、東京で目を覚まし、3秒後にはパリでコーヒーを飲む。そのままニューヨークで仕事をする。それが普通になる。通勤という言葉は過去の遺物になる。会社の近くに住む必要も消える。人は好きな場所に住むようになる。海の近くでも山の中でもいい。どこに住んでも仕事には一瞬で行ける。だが、それは長くは続かない。なぜならどこでも同じになるからだ。行けない場所がない世界では、場所の価値が消える。地下は崩壊し、都心のブランドは意味を失う。駅地下という言葉も消える。世界は均質化する。次に崩れるのは仕事だ。物流は不要になる。トラックも配送もいらない。商品は倉庫へ直接取りに行けばいい。店に行く必要すらない。つまり、流通業は壊滅する。便利になる一方で、大量の仕事が消える。社会は大きく揺れる。便利さの裏には必ず代償がある。次に問題になるのは犯罪だ。どこでも侵入できる。鍵の意味はほぼなくなる。金庫も安全ではない。警察は追跡が困難になる。犯人は一瞬で逃げられるからだ。対策はただ一つ。ドアの使用履歴を記録すること。いつ、どこへ移動したか。つまり、完全な監視社会になる。自由と引き換えに監視が強まる。国という概念も揺らぐ。国境は意味を失い、入国管理は機能しない。世界は一つになるか、それとも分断が激しくなるか。どちらに転ぶかは人間次第だ。だが確実に言えるのは、世界のルールが書き換わるということ。そして人間もまた変わることになる。では、人は幸せになるのか。一見すると、すべてが自由になる。行きたい場所に
いつでも行ける。会いたい人にすぐ会える。だがここに大きな落とし穴がある。人間は制限があるから価値を感じる。遠いからこそ行きたいと思う。会えないからこそ会いたくなる。その距離の魔法が消える。いつでも行けるなら今行かなくていい。いつでも会えるなら今会わなくていい。その結果、人は動かなくなる。選択肢が多すぎると人は迷う。無限の自由は行動を止める。これはすでに現代でも起きている。便利さは人を怠慢にし、選択肢は人を不安にする。どこでも行ける世界はその極端な姿だ。自由は必ずしも幸福ではない。そしてもう一つ重要な変化がある。特別な場所がなくなる。思い出は場所と結びつく。初めて行った場所、遠い場所。だが、どこでも行ける世界では、すべてが日常になる。特別が消える。世界は広がったようで、実は平坦になる。ここで一つ怖い話をする。刺激は増えるが感動は減る。では何が残るのか。人と時間だ。どこに行くかではなく、誰といるか、何をするかではなく、どう感じるか。世界は外から内へと変わる。だがそれは簡単ではない。人は刺激になれる。より強い刺激を求める。一瞬で世界を移動できるなら、次に求めるのは現実を超える体験だ。仮想現実、脳への直接刺激。現実の価値は下がる。世界は広がるのに、人間の感性は鈍くなる。便利さは人を豊かにするが、同時に人を鈍らせる。それが技術の二面性だ。そして人は楽な方へ流れる。歩くことをやめ、移動することをやめ、やがて考えることすら減る。努力しなくても手に入る世界。それは本当に豊かなのか。逆に不便さに価値が生まれる。あえてドアを使わない人が現れる。歩いて旅をする。時間をかけて移動する。それが贅沢になる。かつて当たり前だったことが特別になる。人は気づく。距離があったから。世界は広かったのだと。会えない時間があったから。大切にできたのだと。不便だったから。工夫が生まれたのだと。便利さは創造性を奪うこともある。どこでも行けるドアはすべてを与える。だが同時に
多くを奪う。便利さには必ず代償がある。それは避けられない。では、どうするのか。使うのか、使われるのか、技術に支配されるのか、それとも使いこなすのか。答えは簡単ではない。ただ一つ言えることがある。どこにでも行ける世界でも、人は自分からは逃げられない。ドアを開けても、自分はそこにいる。世界が変わっても、自分が変わらなければ意味はない。だから重要なのは場所ではない。生き方だ。どこに行くかではなく、どう生きるか、誰と過ごすか、何を大切にするか。どこでも行けるドアは、その問いを突きつける。逃げ場をなくす。どこにでも行けるのに、どこに行けばいいかわからない。そんな時代が来るかもしれない。それでも人は選ぶ。不完全な道を、遠回りの人生を、手に入らないものを追いかける。なぜならそれが人間だからだ。技術がどれだけ進んでも、人の心は一瞬では移動できない。心には距離が必要だ。もしもどこでも行けるドアがあったら、世界は確実に変わる。だが、最後に問われるのは、技術ではない。人間そのものだ。便利さに飲まれるのか、それとも便利さを超えるのか。未来を選ぶのはドアではない。そのドアを開けるあなた自身だ。